こんにちは。生活便利グッズハンターカメさんです。今回ご紹介するのは、ダイソーの繰り返し使える除湿シート、クローゼット、洋服タンス用、1枚入り。価格は110円と、ニトリの吊るせる繰り返し使える消臭除湿シート、クローゼット用。価格は399円の2商品です。どちらも天日干しして繰り返し使える。エコでコスパの高い除湿アイテムのご紹介です。それでは、生活便利グッズハンターカメさん。こんなもの使ってみました。チャンネルスタートです。以前ご紹介したデコホームの置きかけ兼用温湿度計を設置したことで、我が家のクローゼット内が意外と高湿度だと判明。そこで湿気対策としてこの除湿シートを吊るしたんです。数日間の使用結果をもとに除湿シートの効果をお伝えしますね。湿気を吸収するとシートのサイン、シグナルが青からピンクに変わります。天日干しでまたピンクから青に戻り、繰り返し使えるのは便利ですね。天日干しの時間は季節やお住まいの環境によって異なりますが、我が家では約8時間で色が戻りました。ここで実際に試した日のデータをいくつかご紹介しますね。2025年8月下旬、観測1回目。16時にクローゼット内に吊るした時の湿度は約 48%、温度は 35.0 度でした。約12時間後の翌朝4時には湿度は 59%、温度は 27.3 度に。この時ダイソーのサインはピンクに変化し始め、ニトリのシグナルは青色が薄くなっていました。観測2回目。天日干しを約8時間した後、再びクローゼットに吊るした時の湿度と温度。約12時間後の湿度と温度はこのような数値です。この時もダイソーのサインはピンクに変化中。ニトリのシグナルはやや青みが薄くなった状態でした。天日干し約8時間後、クローゼット内に吊るした時の湿度と温度。12時間後の湿度と温度はこのような数値です。観測3回目。ダイソーのサインはピンクに変色。ニトリのシグナルは青色が薄くなっていました。どうですか？このように湿気を吸った様子が目で見てわかるのは便利ですよね。天日干しのタイミングも一目瞭然です。ダイソーのシートはサイズも小さく、吸湿量も少ないためサインの変化が早いです。一方、ニトリのシートは大きく吸湿量も多いため、シグナルが変化するまで時間がかかります。さて、この除湿シートの主成分は B 型シリカゲルです。B 型シリカゲルは特定の湿度になったら一気に吸湿するのではなく、周囲の湿度に応じて吸湿と放出を繰り返すことで、空間の湿度をコントロールする働きがあります。一般的に B 型シリカゲルは湿度が 60% を超えると吸湿し、60% を下回ると放出し、快適な湿度を保ってくれる優れものなんです。この除湿シートの特徴は価格が安く、天日干しすることで再利用できるため、ランニングコストが抑えられること。再生の目安が一目でわかる表示機能も便利です。惜しい点は、やはり天日干しが面倒に感じることです。ダイソーの繰り返し使える除湿シートの良い点は、110円という低価格と、活性炭入りで消臭力に期待できるかも。惜しい点は、除湿力が控えめ。サイズが小さく、広いクローゼットには複数枚必要なこと。カットして使う柔軟性がない。ニトリの吊るせる繰り返し使える消臭除湿シートの良い点は、吸湿量が多く除湿力が高い、使用期間が長い、ハサミでカットし
シューズボックスなどにも使える汎用性の高さ。惜しい点は、ダイソーのシートに比べ399円と価格が高いことですね。で、結局どちらがおすすめ？コスト重視、複数枚使用が OK ならダイソーの除湿シートで、除湿力、持続力、汎用性を重視するならニトリの除湿シートがおすすめですね。ここで気になるのがクローゼットや洋服タンスに何枚必要なのかってことですよね。記載されている使用量を参考に、我が家のクローゼットで必要となる枚数を計算すると、ダイソーのシートは36枚から40枚、ニトリのシートは14枚から21枚必要になるんです。何？この枚数、ちょっと多すぎって思ってます。もちろんこれは目安であり、湿度や収納物の量によって必要な枚数は変化するとはいえ、こんなに吊るしたらクローゼットがシートで埋め尽くされてしまいます。これまで通り、クローゼット内は衣類を詰め込みすぎない、洗濯していない衣類は入れない、扉は常に開けっぱなしを維持することに徹底しようと決めたんです。ちなみに我が家ではダイソーのシートを2枚、ニトリのシートを1枚設置しています。吊るしてから12時間後のサイン、シグナルの色の変化を見ると、ダイソーはピンク色に、ニトリは色が変わりつつある状態でした。ニトリのシグナルは15時間後くらいにピンク色になりました。今までカビの発生は確認されていない。これを踏まえると、ニトリのシートを1枚か2枚追加すれば十分かなって判断しました。本体サイズはダイソーの繰り返し使える除湿シートがこのようになり、ニトリの吊るせる繰り返し使える消臭除湿シートはこのようになります。ダイソーのサイズはニトリの約半分ほど。サイン、シグナルの変化もシート大きさや吸水量に比例しているようですね。一般的にクローゼット内の適切な湿度は 40% から 60% と言われています。60% を超えるとカビやダニの繁殖リスクが高まり、70% 以上になると急増。逆に40% を下回ると衣類が傷んだり、静電気が発生しやすくなることもあります。このシートを使えば手軽に湿気対策ができて快適な空間を保てます。安価で繰り返し使えるエコな面も嬉しいですよね。このシートを試したことで我が家のクローゼットの除湿対策ができて、生活がまた一歩快適になりました。皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。以上で今回の動画は終了となります。この動画が少しでも参考になった、面白かったと感じていただけたなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。生活便利グッズハンターカメさん、こんなもの使ってみましたでした。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。